伊藤詩織さんのブラックボックスダイアリーズ、性の問題っていうのはとても複雑で、神様でない限りその場に立ち会っていないわけだから、誰も皆知りようがないところをドキュメンタリーという表現メディアが一歩でも本当のことを知ろうとしてドキュメンタリーっていうのは機能してる、劇映画もそういうところありますけどね。だからその前提としてはあれはもう海外ではもう公開されてるって話。そうですね。なぜ日本で公開されないのかっていうことの方が実は実作者として私たちはそのことがもっと大きいじゃないですか。公開されて判断したいですよね。公開してでなおかつ私は本人にいろいろ聞いてみたい。原和夫監督に来ていただいていますが、伊藤詩織さんのブラックボックスダイアリーズ、ちょっといろんな意味で話題になってるんですが、どのように？私はね見てないので、見てない作品に対してコメントのあれこれ分かったようなこと言うことはしてはいけないと戒めてますが、なかなかね性の問題っていうのはとても複雑で、神様でない限りその場に立ち会っていないわけだから、誰も皆それぞれの人のそれぞれの人自身の生き方という観点からでしかものを言うことできないじゃないですか。その人の持っている教養のレベルですか、いうことの反映として意見を言うことにしか過ぎないで、本当のことなんて分かりっこないので、私はとにかく、本当のことを知る機会があればね、知りたいと思う。で黒澤明監督の名作で「羅生門」って映画がありますもんね。もう三者三様全然一線が違う。立場によって全然見方が違ってくる、結局あそこに近づいてくるんですよね。本当のことはもう神様以外に知りようがないわけだからね。その知りようがないところをドキュメンタリーという表現メディアが一歩でも本当のことを知ろうとしてドキュメンタリーっていうのは機能してる、劇映画もそういうところありますけどね。だから私は事件を見るにつけて自分を抑えてるんですよね。本当のことを知る。だからその前提としてはあれはもう海外ではもう公開されてるって話。そうですね。なぜ日本で公開されないのかっていうことの方が実は実作者として私たちはそのことがもっと大きいじゃないですか。公開されて判断したいですよね。公開してでなおかつ私は本人にいろいろ聞いてみたい。で本人はじゃあ本当のことを言ってるかっていうと、これは人間ってやっぱり本当のことをいつも言うとは限らないんです。これは意識的無意識的にも不意書の文が入ってくるので。伊藤詩織さんおよび山口さんですか？そうですそうです。はい。私がもしそういう機会が与えられてれば、両方にですね、じっくりインタビュー術について、なんか聞きたいという項目がありましたっけ？インタビュー術を駆使してですね、本当は本人も知り得てないようなことまでも含めてインタビューをして引き出して、で本当のことはこうだったんじゃないかっていうことまでなんか追求してみたい気持ちはありますので、一本の映画になっちゃいそうですけどね。それぐらいにして知る努力をやっぱりしなきゃいけないんじゃないかというふうには思ってはおりますが。この収録時点では、伊藤詩織さんの「ブラックボックスダイアリーズ」長編ドキュメンタリー賞にノミネートされてるんですけど、アカデミー賞を取るかどうか分かんないんですけど、アカデミー会員としてはどれぐらい取る確率あると思いますか？どうでしょうかね。それを答える前に一つだけはっきりしておきたいのはね、これ熊井圭っていう私の熊井さんの監督補佐を何本かやってるんですが、熊井さんの作品もベルリン国際映画祭とかね出品されて賞をもらってる人なんですが、その熊井さんが「原ちゃんね、国際映画祭なんていうのはね、その時々の政治状況に影響されるんだよ」って。そうかもしれないですね。だからね、純粋に映画の作品の出来だけで賞が決まるわけじゃないって。でそういうもんだって。ということはどうでしょうか、今のアメリカの状況。伊藤詩織さんの作品が賞をもしアカデミー賞をもらったとすれば、どういう
なんて言います政治的な観点の思惑がどういう人のどういう思惑が働いて賞をもらうというふうになったんだろうかということを見ていこうという姿勢を忘れちゃいけないというふうには思います。だから私はそこまでアメリカのなんて言いますかね、映画界のことを知ってるわけじゃないのでうかつなことは言えないんですけどね。ただ映画人としては賞をもらうと注目されるので、だから注目されれば日本の中でも公開されるっていう機会が増えるであろうということは言えるかなって思って、そういう意味で言うと賞をもらってそれが一つの宣伝効果でじゃあ日本でも見てみようじゃないかってことで、とにかく映画って見せるために作るんだから見せてもらわないとどうしようもないじゃんという基本に立ち返るということを考えれば賞をもらってもまあいいかなっていうぐらいのことは考えます。私は本当にね、伊藤詩織さんって会ってみたいですよ。生身の人に会ってじっくり話をしてみたいような気持ちに駆られますよね。監督としてはあれですよね、世間で言われてることとかそういうことじゃなくてその人自身の生き様とか、人間ってどういう場に立たれてもやっぱり演じてるっていう意識がありますので、その演じてるっていう面をですね、らっきょうの皮むきみたいに一枚ずつこう剥いでいって、でどこまでらっきょうって全部皮ですもんね、あれ、中身ここにありますよ、中身なんてないじゃないですか、というのが人間だろうというふうに思ってますので、伊藤詩織さんのらっきょうの皮むきをやってみて多分何もないで皮そのものが実はその人の存在なんですよというようなことに帰結するんでしょうが、そういうことをやってみると面白いかなっていうそういう興味の持ち方です。今回、ブラックボックスダイアリーズは、防犯カメラの映像も含めてちょっとその資料許諾を得てる得てないとかそういう問題もちょっとクローズアップされてるんですが、そこだけに関してはね、私はそういうその防犯カメラって一体誰のもんだって著作権ってあるのかっていうのがおかしいな、それは全部原則公開すべき、なるほど、全ての人のもんだっていうふうに考えないと、一部そのなんていうか権力者が隠しカメラあれ隠しカメラだよねっていうふうに言いますよね、隠しカメラの著作権を持ってるという考え方だけはやばいっていうか危険だなと思って、もっと自由にそういう映像を誰が使ったっていいじゃないかっていうふうに、そこだけははっきり私は使った伊藤詩織さんを非難するというふうにはならないです。そこは重要なポイントかもしれませんね。だと思います。僕はブラックボックスダイアリーズ見られたんですか？拝見した結果、ドアマンの方が本当に素晴らしくてですね、ホテルの方が、伊藤さんがいろんな辛い思いをされたから、もう僕の名前も出していいですと証言しますっておっしゃって、そこがある意味で映画の一番大事なところなんですけど、やっぱり人間ってそういう時になんかその人の何かが出るんですかね。本性が出ますよね。そう思います。それは本当に。監督今人間がどんどん不自由になってくる中で、ジェンダーの問題とか、それこそ伊藤詩織さんの作品もいろんな政治的なあるいはイデオロギーで論じられがちなんですけど、やっぱり監督の作品って一貫して政治とかイデオロギーを超えた人間の何かを描いてますもんね。生身って言葉を使いますけどね、良くも悪くもその人の持ってる欲望に着目して、その欲望がどんなふうにその人の人生の中でこう機能してるか、どっちの方向に向かってその人の欲望がこう動いていってるか、ダイナミックにそれを描こうというふうに意識して撮ってるつもりですし、その欲望のありようを見ていかないと、その人はこんなふうな人なんだよねっていう判断をできないだろうというふうに思いますので、伊藤詩織さんのことで言うと、伊藤詩織さんがどのような方向で自分の欲望というものをこうなんて言います、自分自身でこうなんていうか解放させようとしてるのかをじっくり本当に見てみたいと思いますね。傍から見てる限りにおいてはよくわからんですもん、私人はまだ。やっぱり人間の欲望とか生きる衝動っていうか、そういうのを通してみると全然違う見え方がするってことですね。そう思います。だからそこを見ていくのがドキュメンタリーの仕事だっていうふうに思ってますので、
本当に生身の伊藤詩織さんというのを見てみたいもんだというふうな気持ちはありますけどね。そして監督、改めてこのはい「水俣マンタラパート2」どういう映画になりそうでしょうか。だから、ダークサイドっていう面をどこまで描けるかということを試みるということも映画の中に全部オープンにした上で探るっていう行為はどういうことなんだっていう方法をも映画の中に取り込んで、そして人間の持ってるダークサイドっていうのが一体どういうものか、ダークサイドっていうものがどんなふうにこの地球そのものに対してどういう働きかけを果たしているのかというところまで哲学的な問いを深めるような映画になってくれるといいなと思っております。ぜひ皆さんご注目ください。特報です。これは人間を描く映画になります。ありがとうございました。ありがとうございました。